皆さんこんにちは。カジノ TV のタイジュです。前回の動画から結構時間が空いてしまったんですが、面白いポーカーアプリを見つけたので皆さんにシェアしていこうと思います。今動画撮ってるのが11月の6日なんですが、今ですね、まさにラスベガスで WSOP というポーカーの世界大会が開催されています。そこにですね、ポーカー YouTuber の世界の横澤さんであったり、ジェイソルさんであったり、シュンポーカーさん、マサキングさんというようなポーカー YouTuber の方たちがですね、動画を配信されてたり Twitter 更新されてたりするので、皆さんも多くのポーカープレイヤーの方たちが関心を持って見ているんじゃないでしょうか。ポーカー YouTuber の世界の横澤さんを筆頭にですね、面白い、本当にエンターテインメントとして見られる面白い動画がたくさん上がっているので、ポーカー人口も爆発的に日本国内で増えているっていうのを実感しております。でやっぱりポーカー人口が増えると、私も俺も世界の横澤さんみたいにポーカーで何百万円も勝ちたい、ポーカーでお金を稼いで生活していきたいっていう人も、中には増えてくると思います。その時にですね、初心者の方でも、最先端のポーカーアプリでお金を稼ぐっていうことを、今回メインテーマとしてですね、お話ししていこうと思います。ここにもちょっと見えてるんですが、 NFT とか Play to Earn とかポルカーとかいうですね、ちょっと聞き慣れない言葉が出てくると思います。これをですね、説明しながらどういうふうにしてポーカーでお金を稼いでいくのかっていうのを解説していこうと思います。で今回話すテーマとしては、ポーカーでお金を稼ぐ難しさ、あとは従来のポーカーアプリについて、あとは Play to Earn ポーカーっていうことでですね、ここに画像にあることを解説していきます。そして最後にまとめを話していこうと思います。それではポーカーでお金を稼ぐ難しさについて解説していきます。でこのポーカーというゲームはスキルゲームなので、技術が高い人が勝つゲームです。でポーカーというのはゼロサムゲームって呼ばれるんですが、誰かが100ドル勝ったら誰かが100ドル負けてるわけです。それを合計するとゼロになるよっていうゲームですね。厳密に言うと、カジノに払うカジノの取り分があります。礼金というのがありますので、厳密にはゼロサムじゃないんですけども、ちょっと難しい話が置いといて、基本的にはゼロサムゲームになっていきます。そしてポーカーっていうのは運の要素もかなり強いゲームになってきますので、初心者の方っていうのはスキルがないかもしれないんですが、運で勝てることもあります。トッププレイヤーと戦った時に1ゲーム目でですね、例えばいいハンドが来て勝つってことはあるかもしれません。ですが試行回数が増えれば増えるほど、例えば1000ゲームとか1万ゲームとかやっていくと、運っていうのもですね収束していきます。なのでみんなに配られるカードっていうのは確率で決まってますので、それが収束していってですね、結局は技術が高い人が勝つゲーム、そのポストフロップ以降ですね、フロップに例えば3枚カードが出て以降、ベッドとかコールとかレイズとかのその技術によってスキルが低い人はスキルが高い人に負けてしまうっていうゲームになります。なので初心者がお金を稼ぐのが難しくなってくるんですね。そしてもう一つの理由としては、日本ではまだカジノでお金をかけてゲームするってことが違法なので、海外に行かなくてはいけないんですね。なので WSOP、 例えばラスベガスにいてプレイするのであれば、もちろん飛行機代がかかりますし、飛行機代も例えば10万円以上かかると思います。そして、今 WSOP の期間ですので、ホテル代も高いです。1泊2万円以上すると思います。そういった経費がかかってくるんですね。それプラス先ほど説明した礼金っていうカジノに取られる手数料があるので、それらの経費を上回るだけの金額をポーカーで稼がなくちゃいけない。なのでかなりポーカーでお金を稼ぐっていうのは難しいんだよっていうことだけ理解しておいてください。それでは次に従来のポーカーアプリについて解説していきます。最近はですね、コロナの影響から実際にカジノに行ってポーカーをプレイするってことが難しくなってきてます。国によってはカジノが閉鎖してるっていう国もあります。なのでポーカースターズとかナチュラルエイト、KK ポーカーなどといったですね、オンラインで行うポーカーアプリが増えてきています。皆さんも一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。でこのオンラインポーカーでじゃあ稼げばいいじゃんって思われる方いらっしゃると思うんですが、やっぱりライブゲームとその実際にカジノに行ってやるライブゲームとレベルの差が段違いなんじゃないかなって僕は思います。でこのライブゲームっていうのはやはりプレイヤーが対面してやるんですが、お酒を飲んで泥酔してて思考能力が低下してるっていうプレイヤーもいますし、
あとはですね、ライブゲームっていうのは1ハンドが3分とか4分とかかかったりするわけですね。そうすると、プリフロップで弱いハンドが来てフォールドすると結構暇になるわけです。そうすると1時間とか2時間とか平気でプレイしてないっていう時もあるんですよね。そうなってくるとやっぱり暇になっちゃって、マージナルなハンド、ちょっと中途半端な、本来参加するべきではない、プリフロップ参加するべきではないハンドとかで参加してしまって損失を被るっていうことが多いんですよ。ですが、このオンラインポーカーっていうのは、例えばポーカースタートだとズームっていうのがあるんですけども、プリフロップでカードが配られて弱いハンドだからってフォールドしますよね。そうするともう1秒後には次のゲームに行ってます。なのでハンドをゲームを待たずして次のハンド、次のハンド、次のハンドとハンドの試行回数を増やすことができるんですね。そうすることによってハンドを選ぶことができます。そうするとプリフロップのハンドレンジっていうのが固定化されてきます。なので参加するときっていうのは必然的に強いハンドで参加する。そうすると相手ももちろん強いハンドで参加しているので、強いハンド同士が戦う。そしてポストフロップ以降のベッドアクションなどのスキルの差によってですね、勝敗が決まってしまうので、初心者が勝ちづらくなってきてしまうんですね。そしてですね、補足的になんですが、このオンラインポーカーっていうのは法律的にちょっとグレーなんじゃないかなっていうところもあります。先ほども言ったように日本ではまだカジノがないです。なのでお金かけてポーカーとかをすることは違法になってきます。カジノゲームをやっていくことが違法になってきますので、日本に居住しているプレイヤーがこういったオンラインポーカーサイトを使ってお金をかけることっていうのが、法律的にグレーなんじゃないかなというところもありますので、これをプレイする際にはですね、こういったのでまだ逮捕されているっていう判例はないかもしれないんですが、自己責任でプレイするようにお願いいたします。では今回のメインですね、プレイトゥーアーンのポーカーについて解説、次はしていこうと思います。ではですね、プレイトゥーアーンっていうのはどういうものなのかというと、ブロックチェーン技術を用いたポーカーアプリになります。で、ブロックチェーンというのはちょっと聞き慣れない言葉かもしれません。これをちょっと説明していくんですが、ビットコインなどに用いられる技術になっているんですね。で、このチャンネルはカジノチャンネルなので、仮想通貨、暗号資産に関して、このブロックチェーンとかビットコインに関しては詳しくは説明を割愛させていただきます。なので興味がある方はですね、 Google とか YouTube で調べていただくと、ビットコインとかブロックチェーンで調べていただくとたくさん情報が出てますので、そちらでですね、詳しい情報を得ていただきたいと思うんですが、今回は簡単に説明させていただきたいと思います。ビットコインっていう仮想通貨、暗号資産ですね、などに用いられている取引情報を暗号化してブロックを形成し、それを世界中のコンピューターを用いて検証し合うんですね。それを鎖のようにつなぎ合わせる技術がブロックチェーン技術というふうになります。分散型台帳って書いてあるんですけども、おそらく初めて聞いた方は何言ってんだこいつっていう風になってると思います。なのでちょっと簡単に本当に簡単な例で説明させていただきます。で、このブロックチェーン技術というのは、ここの取引情報ですね。例えば A さんが B さんに何かお金を送ったとします。その情報っていうのをまず暗号化します。暗号化して誰にも分かんないようにします。そしてそれをブロックとしてその一つの取引情報っていうのをいくつかのブロックに分けるんですね。その分けたブロックっていうのを私が手伝いますよっていう手伝ってくれる人が世界中にいるわけです。それはコンピューターを使って手伝うんですが、そのコンピューターでそのブロックっていうのを検証するんですね。何を検証するかっていうのはまた難しい話になってくるんですが、不正がないかとかいろいろ検証し合うわけです。そしてその検証し終わったブロックっていうのをまた鎖のようにですね、一つにつなぎ合わせて一つの取引情報っていうのを完成させるっていうのがブロックチェーンの技術になってきます。この分散型っていうのはみんなでその検証を行って一つの取引を作っていくので、分散型っていう風になってるわけなんですね。で、そういったブロックチェーン技術を用いたポーカーアプリになってますよ。そして第三者機関としてクイネルっていうのが介入しています。このクイネルっていうのは検査機関になります。このクイネルというのはオンラインカジノとかでよく使われるんですが、オンラインカジノとかも独自のプログラムで、ブラックジャックだったりバカラだったりとかカードをランダムに生成しているわけなんですが、それを不正がないように監視する会社ですね。この会社が介入してペネトレーションテストっていうのを実施します。ペネトレーションテストっていうのは脆弱性がないかっていうのを検査することになります。脆弱性っていうのはどっかにプログラムの穴とかがあって、それを悪意のある人にですね悪用されないかっていうのを調べる機関ですね。調べる行為ですね。
それをして、それとプラスアルファブロックチェーン技術を組み合わせて乱数生成の透明性っていうのを証明してくれるんですね。この乱数っていうのは、ランダムにってことです。なのでプリフロップのランダムな2枚のカードとかフロップのランダムな3枚のカードっていうランダムな数字を、しっかり不正をしてませんよと、ブロックチェーン技術を用いてたり、あとは第三者機関のクイナルが入ることによってこれが不正をしてませんよっていうことをしっかりと証明して、透明性を証明して不正がないポーカーアプリっていうのがこのポーカーアプリになります。ちょっと難しいと思うんですが、詳しくは調べてみてください。ではですね、次に今回のポーカーアプリの名前ですね、ポルカーというポーカーアプリになってきます。このポルカーというのは、本来ポーカーというのはプレイヤー同士がチップの奪い合いをすることによって儲けていくんですが、このポルカーはチップの奪い合いで儲けるわけではなくてですね、ミッションを進めることによってミッションをクリアすると NFT というものと交換できるチケットがもらえるんですね。また NFT とかって意味のわからない言葉が出てきたので、これも簡単に説明させていただきます。この NFT っていうのはノンファンジブルトークンといって非代替性トークンと言います。でこの NFT っていうのはブロックチェーンの技術を用いて、さっき説明したブロックチェーンの技術を用いて唯一無二の改ざんできないデータのことです。それどういうことなのっていうと、現実世界にもそういうことがありまして、データの世界じゃなくて現実世界にもありまして、ちょっとそれを例を出して説明していくんですが、例えば野球のトレーディングカードがあったとします。最近話題の大谷翔平選手のトレーディングカードがあったとします。これが10分の1ってここ書いてあると思うんですが、これは世界に10枚しかなくて、そのうちのシリアルナンバー1番ですよっていう風になっているわけですね。なのでこれは世界に10枚あるうちの1番目のカード、唯一無二のカードだっていうことがここで証明されているわけです。ですが、偽札を作るようにトレーディングカードっていうのもおそらく、頑張れば偽造できたりすると思うんですよね。それが NFT の技術を用いて改ざんできないデータとして保存してあげる、 NFT のアートとして保存してあげるっていうことがこの NFT っていうふうになります。でこの NFT をですね、じゃあ今回獲得しました。それを売買して、今回売却ですね、売却して利益を生み出すっていうのが今回のこのポルカーの流れになります。なのでポーカーをプレイしてミッションをクリアして NFT と交換して、その NFT を売買して利益を生み出していくことになります。でじゃあ NFT はどのくらいの価格で売れるのかっていうのをちょっと参考例を出していきたいと思います。このポルカーっていう、ポーカーサイトはまだ11月11日からやりますので、まだオープンされてないんですが、プロモーションとしてですね、ポルカーの NFT っていうのが、ウルトラレアっていうレアリティがですね、後でレアリティに関しても説明しますが、レアリティの NFT が、配られたんですね。それが 3.38ETH、これイーサって読むんですけども、イーサリアムですね。3.38 イーサリアムで取引されたことがあります。じゃあイーサリアムっていくらなのっていうと、今これ撮影しているのは11月6日です。11月6日現在で1イーサリアムがだいたい50万円くらいです。なので 3.38×50 万円でだいたい日本円にすると約170万円でこの NFT っていうのが取引されたんですね。なので、めちゃくちゃ夢がありますよね。なのでポーカーをプレイするだけでこの NFT と交換ができて、その NFT が170万円、これが最高値かもしれませんが170万円で取引された実績もあるということになってきます。でこのポルカーというのはもちろん初心者でも稼げる可能性は大いにあると私は考えているんですが、もちろんスキルが高い人は有利に進行できると思います。主にトーナメントでこのスキルというのは活かされていると思います。後でトーナメントについても解説していきますが、そこでなぜスキルが高い人が有利なのかも説明していきますね。で次にこのポルカーっていうのに VC、ベンチャーキャピタルだったり、あとは様々な IDO プラットフォーム、またこれ新しい言葉が出てきてわけわかんないと思うんですが、この IDO っていうのは株式でいうところの IPO、その新規公開株式みたいな形で新しく暗号通貨、仮想通貨をプロジェクトをやりたいっていう方が資金を調達するプラットフォームになっているんですね。これも詳しくはGoogle で調べたり YouTube で調べてみてください。本当にたくさん情報が出てきますので、そこでちょっと仮想通貨暗号資産について勉強してみたい方は勉強してみてください。あとはですね、 R&B 歌手のアイコンですかね、アイコンですかっていう方もこの
ポルカを支持しているようです。ここにですね、先ほど言った、ベンチャーキャピタルだったりとか、あとはポルカドットとかポリゴンっていうのは仮想通貨触れたことある方なら一度は名前聞いたことあると思います。時価総額がかなり大きい通貨になっています。あとはトロンパッドとか BSC パッドっていうのは IDO プラットフォームですね。とかあとは他にもいろんなところがスポンサーとして入ってます。で、このエイコンさんっていうんですかね。ちょっと私は音楽に疎いのでちょっとわかんないですが、YouTube で見てみたらチャンネル登録者数が1030万人もいる。すごい、歌手の方なんですね。そういう方とこの方もですね、Twitter とか見たら600万人くらいいたので、この人がやっぱり何かを発信することによってこのポルカっていうのが、全世界の1030万人とかに知れ渡るわけですので、すごく影響力のある方がこのプロジェクトに関わっているんだなってことがこれでわかると思います。あとは先ほども言いましたが、2021年の11月11日に開始されるので、まだプレイすることができないです。これがですね、基本的なポルカになってきます。で、次からはですね、このポルカっていうもののシステムについて解説していこうと思います。で、まずこのポルカっていうのは基本的にはプレイは無料になるようです。ですが、先ほど言ったプレイトゥワン、遊んで稼ぐっていうには、この NFT をゲットするには若干の課金が必要なようです。公式情報によると課金が必要みたいです。で、公式には5種類のパスというですね、段階制のランクがあって、その最低パスっていうのは約5ドルほどで課金して手に入るみたいです。そのランクっていうのがここにあります。ここに5種類あるので、このおそらくブロンズっていうのが一番最低のパスになると思います。この5ドルほどで買える、パスになると思うんですが、ここちょっと見ていくとダブルエクスペリエンスアーンズって書いてあるので、おそらくレベル制なんだと思います。経験値が、通常のこの基本無料プレイよりは2倍もらえますよと。あとはインクリーズプレイチップスって書いてありますので、プレイチップスですね。先ほどチップの奪い合いで儲けるわけじゃないって言ったので、遊びのチップが、おそらくログインボーナスみたいな形で配られるんでしょうね。それがこの入っていることによってインクリーズ増加します。あとは to cover an extra plus 5 big blinds per day って書いてありますので、このビッグブラインドがいくつかっていうのは分かんないですが、エクストラ余分にですねプラス5ビッグブラインド分が1日もらえますよ。そして、ここで言ってたプレイトゥワンで NFT をゲットするためには、unlocks the ticket system って書いてありますので、チケットシステムを解除する必要があると。これを持っていることによって解除することができる。そして the quest and medals system って書いてありますので、クエスト、ミッションですね。あとはメダルっていうのも獲得するシステムがアンロック解除されるようです。で、これおそらく、ここは5ドルほどって書いてあるんですが、シルバーとかゴールドとかプラチナム、ダイヤモンドっていうのがいくらなのかまだわからないです。なのでここも分かり次第ですね、皆さんに共有していこうと思います。そして先ほども説明したようにデイリーミッションとかトーナメントを優勝してチケットをゲットして NFT を交換するという流れになってきますですね。このトーナメントの詳細なんですけども、トーナメントまずはですね、1チケット per hand up to 30って書いてありますので、1ハンドごとに1枚チケットがもらえるみたいです。そして up to 30なので30枚までもらえるようです。なので30ハンドすれば30チケットもらえるようです。そして10チケット per share every 6 hours ってありますので、シェア、おそらく Twitter とか、Facebook とかでシェアすると、10チケットもらえますよと。それが6時間おきにもらえるので、24時間だと4回ですね。なので最大で40チケットもらえるんだと思います。そして50チケット per daily quest と書いてありますので、デイリークエストをすることによって50チケットもらえますよと。そして120 earned tickets per day って書いてありますので、120枚、合計で、ここの合計ですね。この上3つの合計が120枚。これが1日に取れる、獲得できるチケットの枚数ですよってなっています。そしてここにトーナメントの詳細書いてあるんですが、おそらくこれヘッズアップトーナメントと9人で行うトーナメントの2種類あるようです。ここでだと多分ヘッズアップ100書いてあるのが100って書いてあるのが100チケットを参加費として払って2人でヘッズアップなので2人でやりますので200枚のチケットがポットに入っている状態。そこからおそらく礼金みたいな形で取られて、勝った方が185から190もらえる。2500枚チケット出せば勝てば4800枚もらえるようですね。あとは9人マックスだと500枚のチケットを参加費として払って勝てば4000もらえる。なのでここでさっき言ったスキルが高い方がやはり
このトーナメントで勝つ確率が高くなりますので、スキルがある方がより有利っていうことですね。でトーナメントなので初心者でもやっぱり運によるものもかなり大きいです。なので初心者でも十分稼げる可能性はあるんじゃないかなと僕は思っております。そしてですね、重要なところですね、 NFT に交換するためにじゃあ何枚くらい必要なのかっていうと、ここを見ていただくと NFT Rare Unlock って書いてあるので、レア以上が出るレアがもらえるんですかねが5万チケットから、交換できますよ。あとは、ここはガチャですね。Any Unlock って書いてあるので、何のレアリティが出るかわかんないガチャが6万チケットでできるよと。もしくは NFT レアプラスって書いてあるので、レア以上が出るガチャが10万チケット必要ですよっていうふうに記載されています。本当にこれもですね、情報が少ないので、これ以外にもですね、いろいろ今後アップデートされていくと思いますので、これも分かり次第シェアしていこうと思います。でですね、さっきレアとかウルトラレアとか出たと思うんですが、レアリティは6種類あるようです。スタンダードっていうのとレアとウルトラレアの3種類、それがホログラムバージョンとホログラムじゃないバージョンがあるようなので、このスタンダード、レア、ウルトラ×2種類ですねの合計6種類あるよね。であとはですね、この先ほど説明したようにチケットの枚数によって獲得できる難易度が変わります。ですね、実際にこういった、ウルトラレアホログラムスって書いてあるので、こういった NFT がもらえます。ぶっちゃけ何がいいのか全然わかんないと思うんですが、こういうのが、さっき言ったように 3.38 イーサリアム、日本円にすると約170万円で取引されてたりするんですね。なので今こういう仮想通貨界隈では NFT バブルって言われてたりするんですけども、値段がめちゃめちゃ高騰しています。この高騰するっていうのは欲しい人、需要が高まっているので値段が高騰していきます。なので、ぶっちゃけこれ何がいいのかってよくわかんないんですけども、実際のアートとかでも、例えばピカソの絵って何がいいのか全くわかんない、僕はわかんないですね。わかんないんですけども、やっぱり数億円とかで値段がついてたりするわけじゃないですか。なので、欲しい人がたくさんいれば値段っていうのは上昇していくんだよっていうことを覚えておいてください。それでは次ですね。で、この将来的には PKR というトークンがですね、PKR というのはこのポルカーの独自のトークンになります。ビットコインだったら BTC とか、イーサリアムだったら ETH とかって略されたりするんですが、ポルカーというのは PKR っていうトークンが独自のトークンとして配布されるんですね。それがエコシステム上で様々な役割を担う予定と書いてありますが、このエコシステムっていうのは、日本語で言うと経済圏っていうんですね。分かりやすい例で言うと楽天経済圏とかってあると思うんですが、それは楽天市場で何か物を買った時に楽天ポイントっていうのがポイントバックされますよね。その楽天ポイントを使って、その楽天経済圏の中の例えば楽天トラベルとかでそのお買い物で得たポイントを楽天トラベル、旅行に使えるとか、その経済圏の中で利用できる通貨っていう風な考えでいいと思います。この PKR っていうポルカーの中の PKR っていうトークンを使ってこのポルカー内のいろんなサービスに使うことができるということは、需要が高まっていくわけですね。その先ほども NFT の需要の話もしましたが、需要が高まるということは価格が上昇していくことになります。なのでキャピタルゲインっていうものにも期待できるかもしれないっていうことなんですね。このキャピタルゲインっていうのはちょっと難しいんですが、ここに、ポルカのチャート、値段の推標があります。これは4時間足といって1本の棒が4時間なんですけども、10月の頭、ここちょっと潰れてて分かりづらいかもしれないですが、ここら辺が10月の頭の値段です。ここ横見ていくと 0.08 ドルです。1ドル、113円ですが、計算しやすいように100円として考えると、だいたい10月の頭が8円くらいでした。ですが、今11月6日ですね、動画撮影時点では 0.29 ドル。なので、約29円くらいですね。1ドル100円で計算すると29円くらいになっているので、約4倍くらいに価格が上昇していると。ここの上昇のところですね、やはり大きなベンチャーキャピタルが入ったりだとか、R&B の歌手の方、人気なインフルエンサーの方とか、歌手はインフルエンサーじゃないかもしれないですが、インフルエンサーの方とかも含めて有名人の方が参加することによってこの知名度が上がって需要が増すことによって価格が上昇していったってことになります。そういった価格上昇によって利益を生み出すことをキャピタルゲインというんですね。なのでこのキャピタルゲインもこの PKR というもの、ポルカの独自トークンを持っていることによって儲けることができるかもしれないということになります。
それでは次にポルカの画面なんですけども、ポーカースターズとかナチュラル8とかやったことある方であれば、こんな感じで似たような感じで、プレイできるんじゃないかなと。ユーザーインターフェース UI はですねこんな感じになってるんじゃないかなと思います。レイズとかチェックとかホールドのボタンもここにありますし、ここにレバーがあるので、ポットの何%打つとかも設定できると思います。なので、そういったポーカースターズとかやってる方はすぐに順応できるんじゃないかなというふうに思います。では最後にまとめていきます。このポルカーというのは、従来のポーカースターズとかよりもですね、透明性の高い不正のないポーカーを遊べるんじゃないかなと思います。これはポーカースターズとかナチュラルエイトとかが不正をしてるって言ってるわけではなくて、最新の最先端の技術、ブロックチェーンという技術を使うことによってですね、より透明性の高い不正のないポーカーを遊べるというふうな意味になっています。そしてスキルの差が顕著に出ることなく、これはチップの奪い合いで儲けるわけではなく NFT を売買することによって利益を得ていきますので、初心者でも一攫千金のチャンスがあるんじゃないかなって思います。そして暗号資産、仮想通貨ですね、今回はポルカ PKR という仮想通貨を持つことによってキャピタルゲインを得ることができるということですね。先ほども説明していきましたが PKR、 このポルカのエコシステム、経済圏、ポルカの経済圏の中で需要が高まっていけば価値が高まっていきます。価値が高まると価格が上昇していきます。なのでそれによってキャピタルゲインを得ることができるかもしれないということですね。かもしれないって言ってるのは一番最初にも言いましたが、私はファイナンシャルアドバイザーではないので、これ利益を保証するものではないということだけご注意ください。なので投資をする際はですね、ご自身で、ポルカーのこととか PKR ですねのことだったり、ブロックチェーンのことだったり、NFT のことをしっかりと精査した上で投資は自己責任でお願いいたします。いかがだったでしょうか。このポルカーというのは本当に初心者でも稼げるんじゃないかなと。最先端のポーカーアプリでお金を稼ぐのには初心者にはうってつけのポーカーアプリなんじゃないかなということで紹介させていただきました。でこのポルカーはですね11月11日にテストサーバーがオープンされてプレイできるようになりますので、そのポルカーのプレイ動画とかっていうのもですね今後皆さんに配信していきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録して次回の動画お待ちください。そしてこの動画が役に立ったとか面白かったという方はぜひですね高評価もお願いいたします。では次回の動画でお会いしましょう。